はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、今週はですね、草刈りだとか、あとは畑の開墾とかね、外作業をするつもりやったんですけど、どうもね、天気予報によると、週の後半はね、ずっと雨みたいなんですよね。なので、ちょっと急遽、予定を変更してですね、外作業はやめて、引き続きね、室内の作業をやっていきたいと思います。で、先週はね、この2階の寝室、壁、ご覧のようにですね、漆喰の、下塗りだけですね、一部塗りまして、相当ね、雰囲気良くなりましたね。だから引き続きね、壁の漆喰塗りをね、進めていきたいんですけど、僕がここら近所のホームセンターのね、うまく塗れるの下塗りを買い漁りすぎて、どこも在庫切れっていう。僕がここらの市場のバランスを破壊してしまってる状態でして、もういよいよね、ちょっとネットで取らないと調達できない状態になってて、今回なんとか1箱だけは買えました。だから今週は1箱分だけ塗り進める感じで、あとは漆喰塗り以外にも、この寝室の入り口、ここの開口部ですね、のドア枠を作ったりだとか、そういったこともね、しないといけないんですよ。それも今回やっていきたいと思います。今週はですね、いろいろと用事が立て込んだりしてて、あんまりね、作業時間が取れないんですけど、いけるところまでやってみたいと思います。ということで、今週も頑張っていくで。やっとくでー。ここの開口部ね。今ね、本当に至るところがね、中途半端な状態で止まってるんですよ。こういうね、開口部の下地とかもほんまはね、漆喰塗り始める前にお話しとかなあかんのですけどね。ちょっと僕が段取り悪すぎて。よいしょ。はけ。よいしょ。よいしょ。よし、ほんなら組んでいきましょう。よいしょ。よいしょ。OK。3本止めておきましょう。よし。オッケー。よし。組めた。一旦これでちょっと合わせてみましょう。おお。よいしょ。これですっぽり収まるはずなんだが。よし。いいね。完璧だ、完璧だ。
よし OK、こんな感じで今テープで仮止めしてみました。ほんならここからこのドア枠の周りに壁の下地をね組んでいかなきゃいけないわけですよ。それを今からやっていきたいと思います。普通はね順序的には逆なんですけど、うちの場合ねちょっとここ梁があったりとかして複雑なんで、ドア枠を実際に作ってみて、その現物に合わせて壁はね残り作っていきたいと思います。よっしゃよっしゃ OK。 次このねドア枠のこの上の部分、この三角のところね植えていこう。こんな感じでねもう事前に下地を作ってます。これをこうはめていくわけですよ。よっしゃ OK。 でこのドア枠の色はね、うちでは毎度おなじみのこれ岸田デコールのパリサンダー、窓枠と同じ色ですねに統一しようと思います。やっぱりいい色ですね。この色はね結構この上の梁のコーロゼンとも合うんですよね。てかもうパリサンダーは何にでも合うこれはマジで万能ですね。よっしゃ OK。 きたきたきた、完璧や。さあ先週苗の植え付けをしたねミニトマトの様子をちょっと見てみましょう。あれから1週間経過してですね、すごいよ、もう明らかに背伸びたよ。こっちの方がねプルルンですね。やっぱりねプルルンの方が背高いですね。一方こっちのアマタンは、ベランダ栽培も向いてるということでそんなに背は高くないです。すごいわ、こんなに特徴出るんや。ほんでねこの卵の殻をあれからですね巻き菱として増やしました。増やしました。だいぶ増えたでしょこれでね虫除け対策もバッチリですよ。で今回植え付け時にね、トマトはローリング仕立てにしたいということでね、あらかじめこれちょっと斜めにねこう寝かして植えたんですけど、起き上がってきましたねまっすぐ立ってきよったよ。これもこれぐらいちっちゃい時の苗ってなんか可愛らしくて愛おしいですよね。これからどんどんでかなっていくんやぞみたいな親の気持ちやわそれとねうちの庭のツツジが綺麗に咲いてますよ。至る所のツツジが綺麗に咲いてますよ。いやー来週こそはね草刈りして畑開墾したいんやけど、雨が続くようやったらできへんな。もう勘弁してくれ。あれあんたらそんなとこで寝とったんか。いやー猫ちゃんにとってもねいい季節になりましたね。よし、ほんなら次はねこのドア枠の周り、ちょこっとなんですけど石膏ボードをつけていきたいと思います。
よし。ここはまたこの型取りゲージね。よし、OK。さあどうだ。よし、オッケー。よっしゃ。よこせ。オッケー。ここね、細い壁ではあるんですけど、前々からねずっとやらなと思ってやっとできました。ここもこっちのね吹き抜けのこの漆喰壁同様、白い漆喰塗ったらねめっちゃ雰囲気良くなるんちゃうかなと思います。それとここのね手すり端っこもね無事、壁の中に埋め込むことができていい感じで処理できましたね。この手すりね裏から見たらこんな感じで、ここも今から石膏ボード貼るから、もう完全にね手すりの端はね隠れるわけですよ。これは我ながらなかなかうまく処理したなと思います。しゃ。オッケー。よっしゃー。オッケー。よいしょ。よし、ほんならね、無事ドア枠がついたということで、残りはね引き続き、漆喰の下塗り塗っていきましょう。これね1箱18キロあるんですけど、もうね塗ってたらあっという間になくなりますよ。うわ、ちょっと待って、切れてんけど最悪。よっしゃ。でもほんまにね毎度漆喰を混ぜて作る手間が省けるっていう点ではこのマクメレルさんもう最高ですよ。よし、やっていきましょう。こういうね
針の際のところの隙間埋めるの結構大変です。地味にね、大きい隙間空いてるんですよね。でもなかなかいい感じで埋まってますよ。こういう隙間埋める際にしっくりとかっていうのはすごいいいんですよね。よし OK。 養生テープ剥がしてみましょう。オッケーオッケーオッケー。よしよし。さあどうだどうだ。いいわ。よいしょ。よっしゃー。OK。よっしゃー。OK。よいしょー。今回はここまでにします。はいと、今回はね、時間的にあまりね、作業が進まなかったのと、比較的、ドア枠作りとかね、地味な作業やったと思うんですけど、これはこれでね、遅から早からやらなあかん、重要な作業なので、今回できてよかったなと思います。でも今回ここにね、ドア枠がついたことで、一気になんかやっぱり部屋っぽくはなりましたよね。で、この寝室のドアは既製のものを買うんじゃなくて自分でね作ろうと思ってるんで、それはもうちょっと先にはなると思うんですけど、楽しみにしとってください。いやーでも正直漆喰塗りの進捗具合が芳しくないですね。はいこれはちょっと休みを返上して動画界でも進めなあかんなと思ってます。はい、ということで今回の動画はこの辺で以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。